砥石屋さんによって違うでしょうけど、まずは、希少価値っていうのもありますし、あと数ですよね。相対的にも数が少なかったりするとやっぱ価値は上がっちゃうし、その辺ですかね、基本的には。あとはまあね、定型の型で、ある程度値段が大きさですね。砥石って大きく取れないんですよ。1枚の板が地層なんですけど、1回圧力かかって表に出てきてる時に割れちゃうの分かりますかね。圧がかかってちっちゃくなってるものがボワーッと出てきたら膨らんじゃうので、圧力から解放される。はい、そしたらもう割れちゃうんですよ。で大きく取れなくって、もうこのサイズ取れたらよしとしなくちゃいけないですよね。そんなに、はい、それより一回り大きいぐらいのものになっちゃう。そうです。で砥石、その石の流れが、層の流れがあるっていう話もしてたと思うんですけど、上から見たら取れそうなんですけど、もしこの層の流れやったら割れるもその層の流れで割れちゃうんですよ。だから上から見たらこの幅あるんですけど、こうでここまっすぐにしようとここにまっすぐにしようともうこんなになっちゃう。ひし形のこの角を取ったってことでこっちもひし形、こっちもどっこもひし形になってるので、普通取っていくとこれぐらいになっちゃう。そうです、そういうことになっちゃう。でそこに傷でも入ってらっしゃる。ボーイですから口じゃないですけど、もうどうなってるかわからないっていうのはすごい大変ですよね。その巡り合いですよね。それこそ巡り合いやし、その原石を山で見た時にこれやったらどう取れるかという、もうどこをどういうふうに取るかとかもう大体決めて、確率的にその上がっていくもんなんです。その場である程度判別できる確率っていうのはどんどんやっぱ上がってくるんです。上がりました。失敗率はもうこれダメだって見て、失敗率は減るようになりましたね。体力も減りました。運べねえぐらい目利きは良くなりましたね。その長年やってると分かってくるようになる。それでも 100% じゃないですからね。全然半分ぐらい捨てちゃうけどね、それでね。だってね、それこそある親方と一緒に登りに行って「これは砥石取れるで」っつってみんなで大きいやつ持って帰ってきて、でその間に飯食ってこいっつ言われて飯食って帰ってったら、なんか親方何も言うてこえへんなと思って待ってたら全部あかんかったみたいな百戦錬磨じゃないんだよやっぱりと思って、どんだけね言ってても砥石にならなかったのねみたいな。でも難しいね。でも選び方、値段だっけ、値段的にその極論ね、その販売店側からすると極論仕入れた値段以下で売ってるものもあるかもしれない。それはごめんって思う。まさにアウトレットとかで売ってたりするようなやつはもう完全に赤字のやつもある。でももうそれはもうまた逆にうちがちょっと変わってるのかもしれないけども、全部研ぎ試しするから、もう自分でチェックしてこれ当たるねって思ったらうちの弟子たちに回してどう思うって言って当たると思いますって言ったらもう売りませんって感じ。だからそういうものはやっぱりもう値段は安くするけども、逆にその極論その来た値段に対して大体これぐらいの掛け率で値段をつけようと思ってても、トイレこれはすごいぞってなったら、ちょっとお値段上げさせてって思ってあげるとき全然いいんです。それはね、全然それはその通りでいいと思います。基本的に僕は築山じゃないので、築山くん好みだろうなと想像しながら送るんですよね。なので言うても当たり外れあるっすよね、その築山くんにしたら。俺の想像でしかないんで、こんなん好きなんでしょとか言って渡すだけなんで。たまにね、これはダメですって言う時はあまりにもひどいと帰ってきます。そこら辺はでもそのうちの場合はもう全部僕がトイレフィルターをかけてしてるんで、ただそのやっぱり気をつけてほしいのが、やっぱりすごくストライクゾーンが広い砥石を売るようにしてるので、ピーキーな砥石はうちでは多分買えない。やっぱもうこれ用ですとか、もうこれだけはすごいですとかっていうのは、個性がめちゃくちゃ尖ってるのはあんまり、選ばない。その自分は使えていいなと思っててもそれは売らない。それは削ろう会で買いに来てくださいようだなって思って。
うちの在庫がピーキーなやつばっかりしかおらんのですよ。だから何でもいいって言うとったのはそういうことなんです。もう余ったやつが変な砥石ばっかりが多くて、変な砥石って言うたら個性的な砥石が多すぎて、もうそれに合わせていかなくちゃやっていけないっていう。ね、トータル値段はやっぱりまあさっきの希少性と、まあ、サイズで、あとはまあ販売店側のちょっとまあ意図があって、まあ、値段がちょっと最終的には変動しますのかな。うん